はよう。おはよえ何その深呼吸う。今なんかちょっとこの辺に詰まったけど、うん、大丈夫だった。大丈夫だった。サプリをさ、うん、飲まなきゃビタミン C と思ってさ、うん、そしたらさ、お茶がさ、こんぐらいしかなかったの。だからなんかこんぐらいしかなかったの。だからさ、もうそれで流し込んだんだけど、多分この辺にあって、うん、それがちょっと出るとなんかここにいるなまだっていう感じ。そんな日です。そうですか。ニコ、これでいいじゃん。ニコ、落ち込んでんの？メリーいないね。ヒートだし、メリーいないし、こんなおとなしいニコは珍しいですね。ご飯まだだよ。だってご飯にする？ご飯食べる？ニコ、ご飯にする？元気出る？おささみ持ってきたよ。おささみ。大好きなおささみ。さあさあいらっしゃいませ。トルネコの大冒険みたいじゃない？商人ホルピンだよ。トルネコの大冒険ってそんな感じ？商人だっけ？商人。いトルネらっしゃい。トルネコ？いらっしゃい。シャイ。何人？一人だって今日は。今日一人ですか。じゃあ1番ですね。一人でも元気にやっていこう。メリーさん大丈夫だったってよ。そう、メリさんは手術も終わって、そちゃんと麻酔から目覚めて、表現合ってるかわかんないけど、う。うん。ケロッとしてますって言われたんだけど、あ、おはようみたいな感じなのかな。すごいや。順調うん。らしいですよ。なるほど。お電話いただきました。ということで今日はお一人ですね。新作のふりかけを仕入れましたよ、お客さん。いかがですか？一振り300円でございます。オプションありがとうございます。はい、おささみと多めに入れてあげるね。肉を食べるスピードは速いですね。いい子だね、ニニ。はい、おはようございます。おはようございます。斉藤です。本日なんですけども、はい。道の駅湘南茅ヶ崎にお邪魔しておりまおす。邪魔します。はい、さっきの通り本日は2個しかいません。メリーさんはですね、現在腫瘍の手術中で、といってももう終わってはいて、大事を取って入院中ですね。そうですね。数日間は入院って言われてたので、うん、まあ明はい、日とかまでかな。そうだね。はい。このようにニコさんはちょっとテンションが上がんないんですけども、ボールも一回もやんないよね。うん、ボールも全然遊ばない。うん。一回も遊んでない。はい。で今回は今乗ってますシェビー君うん。のちょっと修理で、久々のアメリカンクラシックスまでうん。行くということで、ここの湘南茅ヶ崎が近くなんで、うん。昨日の夜中着いて休憩させていただきました。初めてこの道の駅に来たのでうん。散策したいんですけど、うん。なんせねニコが1人なんでちょっとレストランは行けないかなと思うんですよね。そう、なんかでも美味しそうなんだったらうん、買ってきちゃおうかな。そうだね。この中で。うん、持ち帰りならなんとかうん。ねにに。と思ってるんですけどね。でも今んとこ頑張ってるよね。一人でうんトイレ行ってる時とかさ、一人でここで確かに。そんなに遠吠えせず。そう、もうね家の中で一人で留守番とかになると遠吠えし始めちゃうから。大泣きしてる感じよね。誰かーって多分一回も一人になったことがないんだよね。施設だったり、うんなんだりメリがいるし、うち来てからは、まあまあまあ頑張りましょうね。もうちょっと頑張りましょう。今日明日ぐらいまでだから。そうメリちゃん頑張ってるからニコちゃん。うん、ということではい本日メリーさん不在ですけど、まあ、頑張ってますのではいそんな、一日をお送りしたいと思います。はい、はい。まあシェビー君何が壊れたのかもちょっとお伝えできればと思います。初めて見ましたよ私は。車ってそんなことになるっていうめっちゃウケるから、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。開けて開けて。どうしました？これですよ。見てこれこれこう、うん、これがこうでこう、開けられないじゃん。こうやってこれがガシャンってなってそうそう。開くんだけど、これが折れました。こん
なん折れるの？だから今さ、タルちゃんさ、ここから開けらんない。窓を開けて、外のガチャンで開けるか、私が開けるしかない。外から開けてもらってる。私執事のようになってる。あとここにね、これワイパーなんですけど、これも変えたのよ、新品に。あ、そうなんだ。そう前、だけどこれが間欠ワイパーってあるじゃん。このさ、オフ間欠オンみたいな、このなんか間欠ワイパーが使えないんですよ。っていうことは？要はワイパーオンにした瞬間から、もうこの状態マックスなんだ。そうそれもちょっと直したいのと、はい。まあでもそれぐらいかな今んとこ。でもそれ前から言ってない？そう、この2つ直したはずの場所が、またダメという。あ、そうなんだ。そうもう部品用意してもらってるんで、これ交換して、こっちはちょっと何が悪いか見てもらわないといけないから。そして見てください。昨日走ってたら、これ見て、見えるかな、10万マイル突破しました。おお、ここです。10万と59マイルになりました。たくましいですね、シェビー君。キロじゃなくてマイルなんだけど、キロに直すと16万キロぐらい走っております。すげえ、頑張ってます。買った時は確か7万キロぐらいだったんで、あ、そうなのか。自分たちでも10万キロぐらい走ってますね。すごっ。まだ10万キロ走ってないから9万キロぐらい、年間1万5千キロぐらい走ってるとすごい走ってます。タフですね。タフです。こう部品は壊れるけども、そうエンジンはまあでもそうだね、強いから頑張ってますよ。なんかマジで雪降りそう、ね、寒い。ちょっと一緒見てくるね。ヤシとか生えてて可愛いね。こんな感じですよ、湘南茅ヶ崎道の駅。新しい道の駅で、いつからできたんだっけ？今年だっけ？あ、違う、去年か。去年なんかテレビで見た気がする。すごいね、海鮮丼かなんかにね、ものすごい行列ができてて。あ、そうなんだ。なんか多分土日だと思うけど、あとなんかドッグランがあるっていうのをドッグラン見ました。あそこにあただちょっと今日ニコちゃんヒートなんで、遊べないんだよね。そうなんですよ。はい、こんな感じ。すごい綺麗。めっちゃ綺麗。湘南茅ヶ崎。やっぱおしゃれですね。おしゃれ。寒やばいんだけど本当に寒い。やば寒です。なんか一回春にならなかった。全然違う。ここがトイレでしたね。めっちゃ綺麗だった。めっちゃ綺麗。本当ホテルのトイレですよ。ね。そうだね。やっぱ犬は入れない。ホノルル食堂直売所、上がこれじゃないの混んでるって。これ混んでたやつかもしれない。1日11時しか2個ともく。これ持ち帰れそうだね。持ち帰りだね。てか持ち帰りじゃん基本。ほら。そうだね。いいじゃん。これいいじゃん、すごい。なかなかするね。まあお昼も兼用と思えば。タロちゃんの言ってたアサイーボール1600円。ほら。本当だ。言ってんじゃん。そんなしないよとか言って。アサイーボールってすごい高いんだよって言ったら、ハルペンがって信じてくんないから。やばいよ、カレーより高いからね。こういうのでも全然いいんだけど。こういうなんかパンとかでもすごい売れてるけど、これあたかもシュークリーム。うわ、何これ、シュークリームなの？でっかすごくね。すごい。これで600円なんだ。シフォンケーキ大好きだからもう絶対これ買おう。シフォンケーキだったんだね。うわ、すごいいっぱい入ってるじゃん。あれしらす、でも釜揚げ。何これ、チガ弁。何が入ってるの？なんかキャベツ？キャベツとしらす。これもうまそう。面白い。やべえ、スパムいらないかもしれないぞね。エボシサラダ。朝にはいいじゃんね。めっちゃいいね。ここよく見たわ、この階段。テレビで見たね。テレビで。上が食堂なんだな、多分。テラス席は同伴かだって。あ、そうなんだ。寒いけど今日はね、外でも食べれますね。すごい。ちょっとメニューだけ見たい。こういう開放的な感じなんだね。ね。すごい船。わ、すごい。船盛りすごい。これが人気の。でも確かにこの船盛り定食が2500円なんだよ。2500円で船盛り定食。それがさ、やっぱ人気のあれなんだね。とうとう一番人気って書いてある。うわ珍しい魚がたくさん入ってますだって。そうなんだ。限定はアジ。8日か。本日はマグロ、アジ、
カマス、カツオ、シラス、タチウオ、ブリ、エビ。うわ最高。なんかさっき下にも置いてあったんで、この置いてあったね。メンチ。うん、茅ヶ崎メンチね。サーフボードのテーブル。あ、本当だ。いいな。うちこれで仕事したい。向かい合わせで。サーフボードテーブルすごい。かわいい。そうキッズスペースがあるね。あっちだけど見えないね。見えないね。海は見えない。ちょっと、テーブル忘れたから確かにこんな感じで食べよう。そっか、ちっちゃい買ったキャンプ用テーブルのさ、ちっちゃい版持ってくればよかったんだな。キャンプ、そう忘れてしまった。今回購入したご飯こちらです。滋賀弁。777円。はい。なんかキャベツとわかめとしらすが入っております。めちゃくちゃ美味しそう。滋賀弁2つ。そう。大人気って書いてあった。あたかもシュークリーム。そう。湘南コーヒーあんパン。しいたけ茶。夜お腹が空いちゃった時にこれでしのごうかと思います。ホノルル食堂。あれも美味しそうだったけど。美味しそうだった。なんかもう全部美味しそうだったな。ね、選べない。メンチカツも美味しそうだったし、ちょっともう1回じゃ無理だわ。今度メリーさんが復活したらまた来ましょう。ね、2階にあった船盛りも食べたいし。あれほら外席だったら食べれるって書いてあったから。ニコメリともうちょっと暖かくなったら来たいな。ね。いただきます。いただきます。すげえ。キャベツとしらすとわかめ。わかめって書いてあった。久しぶりじゃないしらす。いただきますね。久しぶり。タレうまい。タレうまいね。シャキシャキ。キャベツ大好きだしさ、わかめご飯大好きだから。ヘルシー。お茶にすればよかった。あげていいよ。湘南に来た感じがするね。まあもちろん静岡とかもさ、しらす美味しいんだけど。もう一皿いけるわ。パンパン。ね。駐車場。多分みんなこれ船盛りか。もう開店と同時に来たいんだ。そうだね。もういっぱい作ってあったもんね。10時半ぐらいからいればすぐ食べれるかも。今並んでなかったもんね。平日なら。で走ってる人いたもん今。じゃあ土日やばそう。やばそう。じゃあ私シュークリーム焼きおるからさ、コーヒー焼やってくれる？どういうこと？じゃんけん。そういうこと？そう、勝った方の味。勝った方を食べる。負けた方は持って帰る。無理でしょ。最初はグー、じゃんけんほー。シュークリームだ柔らかー。柔らかいって何？これだよって言いたいぐらい。それついてるのもったいないから食べな。トプ。もうさ持ったらさプルプルすぎてやばいよ。これはやばい。生クリームが革命的に私の大好きな甘すぎないパターンで濃厚で、柔らか。大好きなシフォンケーキの柔らか。もう代表的なプレーンな味。なんかこの持ったら潰れちゃう。味がない普通のさプレーンのシフォンさめっちゃ美味しくない？生地から柔らかすぎる。シュークリームっていうかもう大好きクリーム。わあこれさふわって食べれちゃうね。軽く。めっちゃいい朝昼ご飯でした。せっかく湘南来たから海見えるとこ行く？ドライブして、天気あんま良くないんだけど、それからお昼過ぎにアメクラの予定なんで。すぐ治るといいっすね。今日もしかして間に合えばメリーちゃん面会できるかもしれないので、その急遽だったんだよね、その取っ手が取れたのも。
そうだから本当は今日そう開いてたんだけど、そうね、その手術もあって開けてたわけだけど、そうそうそう、なんかあったらさと思ってさ、ドアが開かないんじゃさやばいじゃん。結構2人いればまだいいけどさ、早めに直さないと。だからもうでこっち来ると今やっぱ山梨から湘南まで、そのアメクラさんも湘南エリアなんだけど、ここ来ると結構やっぱ1日がかりになってしまうから、ファーストモーションは八王子で、まあもうちょっと近いんですよね。感覚的にとか、まあそうだね、八王子の方が近いよね。八王子からここまでまあ1時間ぐらいかかるから、1時間違うとね往復2時間違うから。いや本当は山梨県でそういうアメ車とかトレーラーとかキャンピングカーも見れるよっていうところがあるとあったらありがたいです嬉しいけど、まあでもずっとお世話になってる 4F さんもいろいろやってくださるんですけどね、何でもかんでもっていうわけには申し訳ないし、アメクラにしてもファーストモーションにしてももう見てくれるだけありがたいです。ありがたいね、関西まで行かなきゃとかじゃないから。まあね、そうだよね。全然ありがたいですよ。これも一昨日折れて急遽ね、すぐ見てくれるっていうだけでありがたいですね。ストーブ閉まっちゃおうか。いやなんか暖かくなってきた、ね、全然平気。日があればまだ。このストーブが、結構なんかコメントで質問が来て、車中泊で僕ら使うじゃん、このファンヒーター型って漏れないんですかって。聞かれます。灯油漏れませんかって結構聞いてくれる人いるんですけど、これね漏れないんですよ。あんま僕はぶっちゃけこのまんま積んじゃってるんですけど、ちなみに漏れたとしても一応このケースが専用ケースで縁が盛り上がってて浸透しないようになってるんですよね。グランドシートみたいになってるわけよ、コロナのアウトドア用ファンヒーターってやつなんですよね、名前があったっけな、キャンプ用に発売された、アウトドア用に発売されたファンヒーターなんですよ。普通のファンヒーターと違うのは、ここでボタンで電気でつけるわけじゃん。電気の消費電力が普通のファンヒーターだと着火時だけ結構使うから、ポータブル電源だと落ちちゃうんだよね、ものによっては。これは着火から結構消費電力が少ないっていうやつなんで、ほとんどのポータブル電源でつけることができて、ついちゃえば全然電力減らないから、省エネ運転できるんですけど、一応それで持ち運び用にこういうバッグが発売されてたり、本当にガタガタなとこ行くとしたら、こういうのがついてて、最初やってたんですけど、やってた、ちゃんとこうスポイトと蓋がついてんのよ。一応じゃあこれで持って帰ろうか。この状態でせっかくだからこうやるでしょ。こうやってまだ灯油がこう入ってますみたいな、で入ってるから、これ一回取って持ち運ぶ時に、普通どっから漏れるかっていうと、ここなんだよね。ここにさ溜まってるやつ溜まってるじゃん、ここの部分が漏れちゃうんだよね。このスポイトでここにフィルターがあるんだけど、ここにね溜まってる部分を取ってこっち戻してあげるわけ。ちょっとめんどくさいけど結構あるから、結構全部取ったら100か 200cc ぐらいあるんじゃないかな。灯油つくからさ、いつもこう、雑巾は。でフィルターがあるんで、フィルターを外して、手袋もあった方がいいね。でさらにこの奥にまだあるんで、全然取るとありますね。あるでしょ、これも取ると、できるだけね。こんな入ってくる。ディディン、これ 3,4 回やって、空にはできないから、もう取り切るって無理なんで、ある程度取ったら、このさっきの黄色い蓋をすれば漏れてこないから、さっきの取ったフィルターの代わりに帽子じゃないです。タルちゃんの帽子だこれが代わりになるんで、その漏れ防止の蓋。そうするともうこう揺れたりしても溢れてこないっていう構造らしいです。でこっちも蓋して普通にこう戻す。結構デコボコ道行くなら、こんぐらいしとくと安心かもしんない。そうですね。今のところなんか外に車内に漏れちゃったとかはないです。ほったらかしてそのまま移動してても、
今のこのストーブの外側に皿がついてるんですけど、縁みたいなね、一周ね、そこに溜まってたことはあります。そうだね、でもこれいつも僕は結構もうこの使ったまま乗せちゃうけど、このケースがあるから、ケースまで浸透してたことは一回もないですね。ないね、だから外側の皿に入れてるぐらいだよね。でも拭くだけって感じだけど、それも嫌だったらまあ取るしかないかも。ファンヒーターじゃなくて普通の輻射型の、よくある形の、こう筒タイプでもないやつ、こっち側だけがあったかい輻射熱のやつあるじゃん、反射板みたいのがついてて、電気使わないやつ、あれを一番最初ストーブ買った時は漏れたで。漏れた、キューブに漏れた。キャンプ行って、でも、それも原因は分かってて、キャンプ場の中の坂道が結構急だったんだよね、一番最初ケニーズ行った時だよね。もうキャンプデビューの日に漏れましたね。洗礼を受けました。そう、こうやって坂とかで漏れちゃうんだと思ったけど、その時はもうそれこそケースもないし、もうそれでこう斜めになったから、そのまま車に灯油が漏れてしまい、まあだからさじ加減でやっていっていかに楽で、楽にできて安全に持ち運べるかのさじ加減を発見できるといいですよね。そうだね。何でもかんでも完璧は大事だけどさ、安全だし、でもさ疲れちゃうっていう人もいるかもだし、一応この商品の推奨としてはこうやって取って持ち運んでくださいっては書いてあるんだけどね。ファンヒーターっていうだけで結構安心だから、全然側が熱くならないし。そうだから今みたいにこうギリギリで置いてたんだけど、後ろが、それも魅力ですよね。普通の石油ストーブだったらやっぱり何メートル開けてみたいなさ、ギリギリっつってもちゃんとあれですよ、確か20センチぐらい。そうそう、一応決まってるけど、石油ストーブほど開けなくてもいけるっていうのも、輻射型よりはね、そう、っていうのも説明書に書いてありました。1メートル50センチかな、なんか書いてあった、一緒に説明書に何センチ開けてくださいって。上も全然熱くならないし、やっぱ使いやすいですね。ワンコがいると、あとちっちゃい子とか安心じゃない、全面が熱くなるやつよりは。行きますか。はい、なんかめっちゃ晴れてきたね。でも10度です、外。よいしょ。違うところに移動しよう、お散歩しよう。よいしょ。準備できたよ。ちょっとこのお土産たちを片付けたいと思います。出発です。出発お進行。ありがとうございました。ありがとうございました。湘南茅ヶ崎、道の駅、あそこに書いてあります。すぐ近くにエネオスがありますね。スタンドがある。ここも高速降りて結構すぐでしたね。すぐもう茅ヶ崎のとこ降りて、ほんと500メートルぐらいね、もう見えてた。楽しかった。また来ます。船盛り目当てになんて広角なんでしょうか。撮りやすい。でも端っこに行くとやばいことになる、顔が。道の駅どうでしたか？話題の湘南茅ヶ崎。いや楽しかった、すごくね。本当にね、トイレがホテルだった。なんか久々すぎて新鮮です。湘南、鎌倉、まだ茅ヶ崎か。茅ヶ崎、藤沢、江ノ島、鎌倉みたいな感じ。ちょっとわかんないけど散々子供の時から来てるのに覚えらんないけど、もうね、海水浴って言ったら江ノ島とか逗子とか三浦海岸とかよく家族でも来てましたね。たのちゃんは埼玉からだと海水浴ってなったらやっぱり日帰りはもう厳しい感じ？いや頑張って日帰りしてた時もあるけど、まあお金あれば泊まってきたいなって距離ですね。やっぱここに来る？それとも埼玉だとどうだろう。まあここも来るし、ここだったらまあ頑張って日帰り、なんとかできたけどっ
っていうか今はできると思う。圏央道があるから。あ、車でね。さっきの道の駅のところから高速乗れるから、そっからすぐ圏央道でしょ、でずっと八王子越えて埼玉まで行けるんだけど、昔は圏央道がなかったんで、首都高とかを越えてこないといけなくて、都心周りだったんですよ。混むってこと？混むし遠回りだしっていうので結構大変だったけど。そうだね。でも俺はもう伊豆行っちゃってましたね。へえ、あ、そうなんだ。もうじゃあ泊まりでもう完全に。そう、1泊で、海なんて1年に1回ぐらいしか行かないから。あ、そうなんだ。そう、埼玉県民は知らないけど俺はねなんか何回か行ってたな、やっぱり夏休み中年一イベントなんで。そっか。多くても 2ぐらいかな。まあすぐクラゲのシーズンになっちゃうしね。確かにもうお盆になっちゃうとね、あっという間だから。だったら伊豆の方、下田に行ってましたね。あ、でもいいよね、波もさそんな高くなさそう。下田の白浜ってすごい海が綺麗なんで、白浜の海の家はもう多分今やってないっていうか、その文化がもうなくなっちゃったっぽいんだけど、昔は下田の白浜に海の家がいっぱいあって、湘南とかの海の家みたいなスタイルじゃなくて、全部出前なの。だからビーチでめっちゃいいじゃん。ビーチで寝てると、もう営業がひっきりなしに来るの。楽じゃん。すんごい真っ黒のギャル男くんとかすっごい真っ黒のギャルとかが営業に来るわけ、海の家スタッフが。でいっぱい海の家があるから、まずその海について場所決めるじゃん、そしたら海の家がまあ 7,8 店舗ぐらいあるのかな、その海の家の人たちからしてみたら、その準備した時に、お客さんを捕まえられるかどうかが勝負だから、でそうするともう出前システムっていろんなとこで買うのがめんどくさいから、もう最初に頼んだ人にずっともう担当みたいになるわけよ。だからおかわりって言ったらすぐ持ってきてくれるわけよね。で確か電話番号が書いてあったかな、電話したら持ってきてくれるみたいな。いやでもお客さんからしたら便利よね。そう、でもすごいから営業がまあでも取り合いだもんね。そうでももう決まっちゃってますかみたいなとこから来て、いやもう決まっちゃってますみたいなそういうねちょっと面白い海の家システムなんだよね。なんか鎌倉でずっと海、女友達とかと遊びに来てたけどさ、だんだんこうやっぱアルコール類の販売がなくなっていって、最終缶とかも全部捨ててから海に突入してくださいぐらいにゴミ箱がもう入り口にセッティングされて、やっぱり治安が悪くなっちゃうんでしょうね。普通海の家にさ、建物があってさ、そこ行ってそこのそうだよね、そこで買ったり飲んだり、テーブル置いてあったりじゃん、とか海の家代払って、シャワーとか全部使わせてもらったりとかね。白浜はあれ何なんだろう。もしかしたらちょっと分かんないけど、浜にああいうの建てちゃいけないのかもね。海の家的なやつを、だから道を挟んだ向こう側になんかちっちゃい民家みたいな古民家みたいなところで作ったりしてるわけよ。食事をね。そう、食事とかドリンク来る場所がないから、ああいう出前システムになったんじゃないかな。でも稼ぎ時だし、あれすごいみんなもう完全歩合でやってるから、もうすごい千葉知ってるからみんなあれみたいじゃん。花見じゃない、なんだっけ、なんかどっか行った時もさ、駐車場もうこっちもやってます、あっちもやってます。あれか、高尾にいた時の、紅葉を見る時のさ、駐車場をみんななんか自分のところとかも開放してさ、うちも500円でやってますみたいなさ、もうでも本当そんな感じ。まあ駐車場からそうだし、駐車場の取り合いもあるし、お客さんの取り合い、まあすごいから。じゃあ新しく今来たっていうのもみんな見てんだね。そう、見られててそうもうね、昔のシステム今でも残ってたらスマホとかで注文できるのかな。もっとスマートになってそうそんな一生懸命ね。でもな、営業大事だよね。人は人との付き合いっていうかさ、人は人で生かされてるとこあるからさ、やっぱり直接来た人がいい人だったらその人でね、お願いしようかなってやっぱなっちゃうじゃん。お散歩できるよ。今日降りれないと思ってた雨でね。でも寒いからさ、お洋服着てこうね。にもうちょっとでめいちゃん帰ってくるからね。
ちょっと行こうね。ほらー、綺麗ですよ。猫はね全く外に興味がないんですよね。外が好きなんだけど。この駅からのあの踏切じゃない？うん、みんな写真撮ってる。外人さんも多いね。風すごいか。風すごいわ。もうずっとね、最近は休みの日は本当にね、この道路は混むんですよ。混むね。全然進めないからね。のっちもうまさかのめっちゃいい天気になったねえ。タルちゃんね、怖いんだって。これ怖いよね。怖いけどこう車から後ろ見たら海っていうのが。そう到着しました。絶景。見てください、この景色。こっからの海すごい。タルちゃんでも空いてたら怖いでしょ。いやそんなことないですよ。そこのヘリの上に立つのが怖いっていう。あ、このコンクリのね。そうそう、ちょっとこの外いいか。これです。この上に立つ人がいるんですよ、ここに。これが下めっちゃ怖いから、こんなだから。怖い。怖すぎ。おー、いいじゃん。ニコ、ここ最高だね。ここでさ、フライドポテト食べたい。ちょっとなんか売ってるか見に行こうか。うん。ねめっちゃ綺麗。いやーこんなに綺麗だったっけ。っていうか、こんな晴れるんですか今ね。日。うん。下手したら雪マークついてたけどね、雨のつもりだったよ。あれが江ノ気晴らしにな島。ってる。富士山は見えない。そうだね。うん本当は天気いいと見えるけど雲があるね。おお、最高。最高。にここ。これでこっちストーブとかしてたら最高。本当だね。にこおいで。風入ってこないし最高。やったね。にこ。パシフィックドライブインだった名前。パシフィックドライブイン。パシフィックドライブイン。オーシャンなかったね。オーシャンパシフィックはメーカーでした。ニコはさ、メリーといるとメリーが歩かないとダメだけど、メリーがもう今完全にいないとなったら、別に一人でもお散歩できますね。歩くことはできる。そう、メリーがいるとメリーを置いてくるとダメじゃん。ああ、そうだね。でももう今いないんだってなってるから、完全にいないと分かれば一人でも歩きますね。そうだ、ケイトさん前アサイーボール食べてた。これかも。でもここのアサイも1550円。もっと安いと思ってた。それちょっとちょうだい。いや、アールグレイホットです。どう？美味しい。美味しい？気分転換になってますか？カフェラテなかったから。ソイラテもカフェラテもコーヒーもなかった。てれん。車で食べる？どうする？そうする？でも2個はちょっと外出た方がいいか。マック系のポテトだ。あー、美味しいよね。最高の職場ができた。オーシャンビュー。パソコンもはかどりますな。ねえ、これすごいよ。お散歩どうだった？すごい。ここで働きながらこの電子レンジで温めて、ここで DJI のバッテリーで充電もできて、なんならこのちっちゃいバッテリーで携帯の充電もできて、ストーブもあって、冷蔵庫もあって、ふかふかベッドと電気毛布、十分です。十分なんだけど、1個懸念点は立ち上がれない。そうだね。着替える時も移動する時もずっと中腰なんですね。だから一泊とかならいいんだけどさ。でやっぱ腰が痛くなっちゃうよね。そう。で、そこも最高のロケーションの職場なんですけど、これをね、やっぱね、動画編集で3時間とか5時間とか、ぶっ通しでやってるとやっぱタロちゃん腰が痛くなっちゃう。私は今日が
動画が出ているので、動画の宣伝とコメントをお返ししていきたいと思います。コメントはうちらのパワーになってるからね。ニコはお休みする？快適でしたね。快適でした。あったかかった。ポカポカ。ニコもお昼寝してたしよかったです。じゃあ最後、はい、アメクラさんに行きましょう。はい、開かずの間を直してもらいたいと思います。これね、そう、あそこの扉が折れた。扉の取っ手が折れた。久しぶりの海最高でした。なんかちょっとガスってきた。キリってきた。いやこんにちは。こんにちは。お久しぶりで、あ、これね、しかもここすっちゃった。そうね。1年ぶり。ここすっちゃった。ここ。タイヤ割れちゃったじゃんこれ。え？あ、本当だ。これもうダメじゃん。ね、怖いね。タイヤ変えないとだな。家の縁石なんだよね。あ、そうなんだ。切れちゃってるね。そうだね。怖いねこれ。なんか遠方行くなら変えといた方がいいよ。ね。もう一旦スタッドレスだから戻ったら変えちゃうわ。ノーマルに。今日平気なの？なんか東京雪降ってるね。え、そうなの？朝なんか東京で全然何も食らってないよね。何にも食らって今日ない。家から来たの？ああ、もう昨日止まってた。湘南道の駅に。おお。そう、新しいとこね。まだ行ったことない。マジで？近すぎて。めっちゃ鼻声じゃない？花粉。花粉か。ということでここも直りました。パーツ変えてもらいましたはい、開くようになりました。よかったね。ワイパーもこれが壊れてて、もうずっと動きっぱなしになっちゃうモードしかできなかったんだけど、ちゃんと1個こうカチッてやったらこう止まってくれる。ただなんか接触が悪いみたいだから、もしかしたらまたバグになっちゃうかもしれないって言ってたんで、ちょっと様子見てですね。疲れたね元気なさすぎるね。とりあえずは散歩してみたり、とりあえずは動いてるけど、元気ないね。メリさんいないね。もう明日か明後日帰ってくるから頑張ろうね。はい、ということでそんな一日でございました。はい、アメクラさんありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとまたね、春車検も控えてるんで、いろいろ手のかかる車なんですけど、これだけはちょっと大事な車なんで、そうですね、頑張って維持していきたいと思いますあとはじゃあまっすぐ帰りたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。まっすぐ帰れますかね。なんか東京雪だったんだってね。なんか、まあ帰りましょう。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよならり。さよならり。オイラはセブンイレブンといえばささみ揚げ梅しそが大好きなので、それとお茶を買っていきたいと思います。